オーバーブッキングですということで、大急ぎで別の宿泊先を。こんにちは、ワトソンファミリーです。現在タイに1ヶ月間のプチ移住中。今回はトラブルだらけで本当につらかったパタヤ到着編。有名予約サイトのアゴダで起きたトラブルもシェアしていきますので、皆さんの旅の参考になれば嬉しいです。チャンネル登録よろしくね。前回の動画で紹介したチョンブリーという地域のホテルからパタヤのターミナル21までグラブで移動します。次の滞在先はパタヤの中でも少し南の方になるので、途中のターミナル21パタヤで荷物を預けてランチを済ませ、チェックインまで時間を潰す予定でした。しかし事前に調べていた荷物預かりはなくなってしまっていました。荷物預かりを探すのに時間がかかり、とても疲れたので、ランチを済ませたら少し早めに次の滞在先へ向かうことにします。次の滞在先はキッチンやプールなどもあるコンドミニアムで、少し長め10泊滞在するので、ゆっくりできるのがとっても楽しみです。昨日から泊まる予定だったんですが、現地に行ってなかなかチェックインができなくて、問い合わせをしたところ、しばらく経ってからオーバーブッキングですということで、せっかくグラブタクシーに乗って行ったんですけれど、泊まれなかったということで、滞在先は有名サイトアゴダで予約していました。夕方ですね、大急ぎで別の宿泊先を探して、また改めてそちらまでグラブタクシーで向かって泊まったという経緯です。というわけで何が起きたか今からご説明するんですが、この時私が高熱を出していて体調がかなり悪かったということと、とても慌てていたので動画を回せていませんでした。なので画面収録をしたものを使ってご説明していきます。こちらの滞在先を予約したのは滞在のおよそ3ヶ月前。早めに予約していたこともあり、10泊でこの値段、1泊あたり2000円未満で泊まれるはずでした。予約していたコンドミニアムはこんな感じ。1LDK の間取りで、プールやジムもついていて、場所は中心地から少し遠くてちょっと不便かなと思ったんですが、ベトナムでは広い部屋に宿泊できなかったので、娘が歩き回れるように広い部屋を選び、家のようにゆっくり過ごせる予定でした。ですが到着してからオーバーブッキングが発覚して、この日から10日分の居場所がない状態になりました。アゴダの方は一旦タクシーで30分ほどの距離にあるもっと狭いホテルなど3つほど提案してくださったんですが、アゴダで振り替えの処理などをしている間に予約が埋まってしまうかもとの理由でキャンセルをして自分たちで新たなホテルを見つけることを促してきました。当日の予約となると選択肢がとても少ない上に高くなりますし、タイに到着してから知ったんですが、ソンクラーンと重なっていて、ますます予算内で希望の広い部屋なんて見つけられませんでした。このコンドミニアムについて2時間が経った頃、ようやく予算オーバーながらも希望に少しでも近いホテルをなんとか見つけて、そこからグラブタクシーを呼び、到着を待って予約したホテルへ向かいました。
このコンドミニアムに向かうにあたり、娘に長時間のグラブタクシーでの移動は辛いだろうということで、チョンブリーでわざわざ一泊して向かったのも、行き来するためにこれらのタクシーに乗ったのも、時間もお金もすべて無駄になりました。また代わりのホテルは当初の予定の倍以上の値段に。というわけで、体調不良とトラブルが重なり、心身ともにやばい妻と、オーバーブッキングの対応と荷物の上げ下ろしで疲れ果てた夫と、今日一日つまらなくてうんざりしている娘と、3人ともが何とも言えないテンションに。もう動きたくないけど、夜ご飯を求めて昼も行ったターミナル21に行きます。もう夜なのでご飯を済ませてスーパーで水などを買ったら、今夜はすぐホテルに戻って休みます。今晩のご飯はこちら。気を取り直してホテル紹介行ってみよう。チェックイン時に余裕がなく、細かいところは撮影できませんでしたが、広くはないけどとっても清潔に掃除されていて、綺麗好きの日本人にはおすすめのホテルです。プールもあります。朝食はビュッフェスタイル。タイっぽいものや洋食系まで種類が豊富に選べました。漏れた。オーバーブッキングの話の中でご紹介した1泊約5000円のお部屋でした。余談ですが、東南アジアのホテルあるあるを一つ。部屋の並びは偶数と奇数で分かれているので、探すのが結構大変です。朝食の後はフロントで延泊の手続きをします。1泊あたり9000円を超え、
当初の予定の5倍の値段になってしまいました。娘は久しぶりのプールをとても楽しんでいました。悲劇というのは大げさですが、この日の夕方から丸2日間、娘と夫も高熱を出し、家族全員で寝込むことに。マルゲリータが思ってるマルゲリータとしたことあるんだ。ついに体調が回復。この日からようやくパタヤを楽しむことができるようになりました。いろいろあってタイが嫌になりそうだったけど、回復後はホテル周辺を散策してパタヤビーチを見に行ったり、ターミナル21をうろうろしたり、ソンクラーンの水かけ祭りに参加して、いい思い出もたくさん作れました。次はそのパタヤビーチをご紹介します。久しぶりのちゃんとした外出ということで、家族でパタヤビーチを満喫しようと思ったのですが、パタヤビーチは思った以上に綺麗じゃなかった。そしてあまりの暑さに外に長時間いるのは無理でした。娘の気晴らしに少しだけ歩きます。ビーチにいたのは10分ほどですが、暑すぎるので大通りからターミナル21へ向かいます。私たちが寝込んでいる間に、タイは旧正月であるソンクラーンになっており、水かけ祭りが始まっているようです。水かけ祭りは夜に盛り上がるらしく、昼間は水をかけ合っている人もまばらでした。
OK。1階はマーケットのようになっていて、たくさんの観光客でにぎわっています。こういうの美味しくないからな。すいません。甘い系かな。とりあえずターミナル21に来れば大体のものは揃います。こういうのがうまいんや。2階は東京モチーフのフロア。グランドフロアとミドルフロアがあり、その上に1階、2階と続くため、実質4階になるのでご注意ください。ミドルフロアはロンドンモチーフで、ハリー・ポッターになれる場所もあります。ターミナル21はフードコートも安いのでおすすめです。タイのフードコートでは入り口のカウンターで現金を専用カードにチャージしてもらい、フードコート内の支払いはそのカードで済ませるというところがほとんどです。買い方がわからないという方結構いらっしゃるので、覚えておくと役に立ちますよ。今回の動画はいかがでしたか？今後もタイで人気のマーケットや観光地などリアルな情報を発信していきます。散々なスタートを切った大変。果たして私たち家族はタイを好きになれるのか。次回は大盛り上がりだった三掛祭りの様子をお届けします。この動画が面白かった、役に立ったという方はぜひチャンネル登録、高評価をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。 See you soon!